皆様こんにちは、セリナです。今回は4月4日発売、ディオールの新作ベースメイク、ディオールスキンフォーエバーヌードラディアントフィルター、ヌードマットフィルター、ディオールスキンフォーエバーブラッシュソフトフィルター05リリーをレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ディオールフォーエバーシリーズに待望のプレストパウダーが登場ということで、今回はツヤタイプとセミマットタイプを半眼ずつに塗り比べて塗り心地や仕上がり、室内と自然光での見え方、4時間後のマスク癖をレビューしていきますので、少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。また、新作のリキッドチークは1番人気05番のパーソナルカラーレビューと質感、塗り心地をご紹介していきます。他にもベースアイテムの比較動画などはもちろん、パーソナルカラーを用いた新作コスメのレビューもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールスキンフォーエバーヌードラディアントフィルター、透明感あふれるツヤ肌へ。ノイズをカバーし光をまとうディオールスキンフォーエバーヌードラディアントフィルター。毛穴などのノイズを消し去るようにカバーしながら自然な輝きと明るさをプラス。美肌フィルターをかけたような透明感あふれるパーフェクトな肌感が続きます。ディオールスキンフォーエバーヌードマットフィルター、軽やかなセミマット肌へ。まるで空気のように軽やかなテクスチャーで滑らかな肌に仕上げるディオールスキンフォーエバーヌードマットフィルター。美肌フィルターをかけたかのように毛穴レスでセミマットな仕上がりを一日中キープします。それではツヤタイプのヌードラディアントフィルターとセミマットタイプのヌードマットフィルターをそれぞれ半眼ずつに塗って質感などの違いを比較してみたいと思います。まずはこちら側半分にツヤタイプのラディアントフィルターを塗っていきます。こちらのパウダーにはパフやブラシは付属になっていないので、今回は大きめのフェイスパウダーブラシを使って塗っていきます。ラディアントフィルターは結構しっかりプレストされているタイプなので、粉含みは少し控えめな印象です。ベースラインから軽く置くようにのせて、顔の中心は軽く磨いていきます。結構たっぷり重ねてもこんな感じで、厚みや粉っぽさは出ずに自然な立体的なツヤが残っている感じがします。はい、まずはこちら側半分にツヤタイプのヌードラディアントフィルターをブラシを使って何度かしっかり塗り重ねてみました。パウダーなしの方と比較をすると、ファンデーションの油分感は抑えられている感じはしますが、内側から透けるような立体的なツヤ感はしっかり保ってくれています。光を抑えた滑らかな発光ツヤ肌といった感じの仕上がりでものすごく綺麗です。何度か塗り重ねていくと肌表面はファンデーションの油分やベタつきをしっかりオフしてくれて、滑らかでつるんとした状態に整えてくれています。ツヤを残しつつベタつきを対策してくれるパウダーをお探しの方にものすごくいいんじゃないかなと思います。近くで見るとこんな感じです。軽やかで厚みはないので粉っぽさや重さは出ていませんが、アイテム説明にもある通りフィルターをかけたような自然な毛穴補正効果を感じられます。粉っぽくないのにここまで毛穴補正効果があるのはすごく綺麗だなと思います。手元で見ると細かいパールを感じましたが、肌の上に乗せるとパールはほぼ感じないので、パールによって毛穴が悪目立ちする感じも気にならないです。このくらいの距離でも頬の高い位置にツヤが残っているところがすごく綺麗です。見た目だとホワイトのパウダーですが、しっかり塗り重ねても白っぽく浮く感じがなく、ファンデーションの色にほぼ影響を感じないので、肌トーンを問わずに使いやすいところもすごくいいなと思います。では反対側にはマットタイプのヌードマットフィルターを塗っていきます。こちらも付属品はないので、先ほどと同じフェイスパウダーブラシを使っていきます。
マットフィルターの方がパウダーが柔らかいので、こんな感じで粉含みもとてもいいです。こちらも全体に置くようにのせた後、軽く磨いていきます。マットフィルターはカバー力が高いのがものすごくわかりやすいです。さらにフィルターをかけたような補正感がありますね。はい、こちら側にはセミマットタイプのヌードマットフィルターを塗ってみました。ヌードマットフィルターはナチュラルな仕上がりのパウダーファンデーションくらいのカバー力を得られるので、ツヤタイプと比較をすると、より毛穴を感じにくいハイカバーな滑らか肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。ただこちらもカバー力は高いですが、重たいマットという感じではないので、顔を動かすと適度に光の反射は感じられて、今っぽい重たくないセミマット肌を楽しめます。近くで見るとこんな感じです。カバー力の高いパウダーが毛穴や凹凸をしっかり埋めて、滑らかで均一な肌に整えてくれます。フェイスパウダーにカバー力や毛穴対策効果をお求めの方にかなりおすすめです。肌表面はもちろんファンデーションの油分やベタつきをしっかり抑えてくれていますが、パウダー自体はとても柔らかいので、乾燥する感じも気になりにくいです。こちらも肌タイプ問わずに使いやすい質感だなと思います。カラーは見た目通りの少しピンク寄りのベージュがつく感じがします。ツヤタイプと比較をしてもそこまで大きな差は感じにくいので、セミマットタイプも比較的肌トーンを問わずに使いやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも重さや厚塗り感がなくとても綺麗です。やはりツヤタイプはパール感が悪目立ちすることもなく、マットタイプはハイカバーなのに重さがないところがすごく綺麗だなと思います。香りについては香りの種類、強さともにどちらも同じで、ディオールフォーエバーシリーズ共通のフレグランスのようなフローラル系の香りが結構しっかりめに感じられます。では、この状態でマスクのまま4時間ほど過ごして、崩れ方にどんな違いがあるのかを見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。4時間の間に汗をかいたので、ツヤタイプ、セミマットタイプともにパウダーが馴染んで、塗りたてよりも全体的にツヤが出てきている感じはしますが、毛穴に溜まる感じやカバー力が落ちる感じは気になりにくかったです。近くで見るとこんな感じです。まずツヤタイプは塗りたてから素肌感があって自然でしたが、時間が経つとパウダーが馴染んでさらに素肌っぽさが出てきている感じはします。それでも顔の高い位置の自然なツヤ感や軽やかながらも毛穴をカバーしてくれる感じはしっかり保ってくれていて、小鼻の横にパウダーが溜まる感じも気になりにくいです。そしてセミマットタイプはこんな感じで、ツヤタイプよりもさらに汗や崩れに強い印象です。かなりハイカバーに仕上がったので、塗りたてと比較をすると若干カバー力が落ち着いている感じはしますが、汗をかいてもよれる感じが気にならなく、こちらも小鼻の横に溜まる感じも気にならなかったです。そして特にセミマットタイプは程よい厚みがあってカバー力の高いパウダーなのに、マスクの摩擦に強いところもすごくいいなと思いました。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じはどちらも塗りたての時のままで、小鼻の横も頬の広い範囲も全くベタつきを感じさせないです。仕上がりの綺麗さだけでも満足ですが、皮脂や汗をブロックしてくれる効果もものすごく高いなと思いました。今回下地はディオールのグローベール、ファンデーションはスティックタイプと、どちらも保湿力が高くて、そこまで崩れに強いタイプではないアイテムを使用しましたが、ここまで崩れに強いのは、この夏もかなり安心して使いやすいんじゃないかなと思いました。ディオールスキンフォーエバーブラッシュソフトフィルター。新感覚ホイップチーク。パウダーに変化し、柔らかく色づく新感覚ホイップチーク。ディオールスキンフォーエバーブラッシュソフトフィルター。一日中、潤いとしっとりとした仕上がりを叶えます。今回ご紹介するのは一番人気の05リリーです。05リリー。パーソナルカラーにおけると、ブルベナツ、
ブルベ冬におすすめ。ほんのりくすみを感じる青みニュアンスの明るいピンク。パールやラメは入っていないソフトマット質感です。青み、明るさ、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クールサマー、クールウィンター、ミューティッドサマーにおすすめ。では、新作のリキッドチークの使い心地をご紹介していきたいと思います。こちらはこんな感じのホイップのような質感で、伸ばしていくとすぐにパウダータイプに変化します。指に取ったものをまずはタップして軽く乗せて優しくスライドさせていくと肌の上ですぐにパウダー状に変化してくれて綺麗なグラデーションを作れます。発色がしっかりしているので少量ずつ重ねていくと綺麗に仕上がります。肌の上に乗せるとこんな感じです。しっかり発色は楽しめますがふんわりしたパウダリー質感なので肌なじみが良く水分や油分が少ないテクスチャーなのでグラデーションも作りやすかったです。近くで見るとこんな感じです。肌の上に乗せるとパウダリーな質感に変化するので表面を触ってもベタつく感じが気にならないです。現時点で一番人気とのことだったこちらの05番は透明感はしっかり出ますが肌の上に乗せると意外と青みが強すぎないのでイエローベース、ブルーベース問わずに透明感が欲しい時に取り入れやすいカラーだなと感じました。はい、ではこんな感じで4月4日全国発売ディオールの新作パウダーとチークをレビューしていきました。新作パウダーはツヤタイプもソフトマットタイプもフィルターをかけたような毛穴保鮮効果が綺麗なのと汗をかいてもサラサラ感を保ってくれるところがすごくいいなと思いました。とても優秀なアイテムだったので気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やどんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。